盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養泉4代目北谷隆一です。今日のテーマは錦松の剪定です。錦松の剪定といっても畑に植わってる錦松の剪定です。なかなか畑に錦松植えてる人は少ないかもしれませんが、黒松前1回やったので、今回ちょっと種類の違うちょっと切り方違うんで、それも交えながらで、錦松の剪定ということで、これちょっと分かりにくいかもしれませんが、枝があって、このガシャガシャした枝、錦松の特徴の枝があって、小さい芽とか長い芽とか枝があるということにそういう絵を描いてます。で、この枝だったらどれを取るかという説明なんですが、だいたいこの輪郭から出てるこの枝と、ちょっと下に下がりすぎてるこの枝を切ります。だからこれとこれ2つだけを残すというような、もしこの枝が長すぎたらもうこれだけにするっていう切り方もあります。で、錦松の特徴としまして、ここにも書いてるんですけども、錦松黒松に比べてちょっと枝が垂れ下がりやすいんですね。だから黒松は上へ上へ行くんで、下へ下へ向いとる枝を残して剪定する場合が多いんですけど、錦松結構この下に下がりすぎた枝をドンと取るという作業が多いです。で、あと新芽、大体この去年の芽がありまして、新しい芽の長いのと、今7月25日今日なんですけども、小さい芽が大体脇に出てくる頃です。で、これだったら切るのはこの小さい芽2つ残してこの辺、この長いのだけ切ると、そんな感じ。その新芽の処理の仕方は黒松と大体同じです。はい。あとはさっきも言いましたけども、輪郭を気をつけて、上から見た時でもビューンと飛び出たのがあったらそれを切ったり、もう丸くするように。で、てっぺんの方はこの垂れ下がったいうあんまり意識せずに、きれいに点球型というかドーム状にきれいになるように切っていきます。じゃあ実際剪定していきます。じゃあまずてっぺんの方、こんな感じで。結構畑はやっぱり畑の力が強いので、特に今7月冬もありまして、結構思い切って切っても大丈夫な時期ではあります。もう奥に一目あればもう OK というような。7月なんで黒松のね、目摘みみたいな感じの作業も含んだような枝の剪定ですね。7月言いますけど、秋とか冬でも切りたかったら切ってもいいんですけど、その時はこの7月よりかは優しめの手入れというか、なるべく芽をしっかり残した手入れをしていくべきですね。できたら適当に切らずに一目一目しっかり、これはいるかいらないかという判断をしっかりしていって切った方がいいですね。こうちょっと時々遠目に見ながら飛び出てるとこはないかなとか。こういう枝がありましたら、これが大きすぎるのでちょっと取ってみます。で、次この枝もちょっと輪郭からはみ出すぎてますので一回切ります。これ1本だけになっちゃいましたけども、7月末で元気そうなんでこの新芽も切っちゃいます。
この奥にも一つ芽がおるのでまあまあ大丈夫かなと。結構見ながらその場でさっき切ったけどやっぱこれもいらんかなみたいな、そんな作業も入ったりします。そうですね、この時期だったらもうこういう新しい芽は結構切ってもいいかもしれません。こうやって新しい芽を切るとこの脇からまた小さい新しい芽が出てきます。それで芽数が増えて派手になっていくと。だいたい点が今さっき言うてました点球型になったかなと。で大事なのはまたその輪郭、点球型みたいな輪郭とその等間隔ですね。混みすぎない、飽きすぎない、これで今だいたいできたのかなと。でこっから下は垂れ下がりすぎた枝やその一つの枝の中でも飛び出すぎた枝を重点的に切りながら、場合によってはその新芽も切りながらやっていきます。じゃあ今からてっぺん終わって次枝の部分に剪定入ります。でちょっとこういうさっきの白板みたいな手入れの似てるのがあるんですが、一番下がちょっと垂れ下がりすぎてるので取ります。でこの辺多すぎるのでちょっと長いのを取って、ちょうどいいところの枝を新芽を切って、その枝よりちょっと短くなるように上の枝も切ると。だったらこれがなくなって2段できてというような仕上がりになります。でここだけ取ったら少ない芽数ですけど、この輪郭とこの2番目の1つ2つがあって綺麗な枝になっていくと。これを繰り返していきます。しっかりと手で触ってこの枝がどういう形しているかというのを把握してから切ったら切りやすいですね。
はい。時々この葉っぱの多いとことか指でなんていうの、まあまあ適当にこの隙間に指を入れて取ってやったら、まあ、ここに風通しが良くなったり日当たりが良くなったりしていい効果があります。特に下の葉、こういうふうに下の葉ばっかり取ったら見た目も良くなったりします。仕上がりのもう垂れ下がっとると思ったらこんな大きい枝でもポンと取っても大丈夫ですね。この枝の、構成というか小さい塊がたくさんある方が結構きれいに見える場合がよくあります。小さい一塊をきれいにしてやったらいいことが多いかもしれません。あと錦松はあんまりないんですけど、内側に向いてる枝があったらそれはもう少々いるような場所でも取ってやりましょう。内側に向いてるのを生かしてたら後々その枝が何て言うんだろう、他の枝に迷惑かけたりとかどうしてもきれいに見えにくかったりすることがあります。この木なんかそういう内側に向いて悪い例みたいなのがこれないんでちょっとお見せできないんですけども、本当に内側の枝ばっかり大事にするとすごく見た目悪くなるんで、そこは気をつけてください。黒松も同じです。五葉松も全てにおいて。この下にビロビロしてるのをごっそり取って、もうここにいっぱいあったんですけどそれをもうスパッと取って、もうこれだけでだいたい今残ってるこの芽とかからでも来年になったらこれが2つ3つに増えますんで、今ある1個が2つ3つ増えるということは2、3倍になるんで、1つちゃんといいとこ残しておけばすぐ切りすぎたなと思っても元にはすぐ戻ります。切りすぎるというのでもあんまり良くないのが芽が欲しいんであれば節で切るというか、一昨年と去年の芽の境目で切るとかね、そういうのをすると残りやすいですね。一昨年の芽の途中でズバンと切るとその境目がないんで新しい芽が吹きにくいというか、なかなか説明を伝えにくいんですが、だいたい芽というのはその節々に出やすいです。それも頭に入れながら切ると毎年切った時にきれいになりやすいですね。あとこの剪定を結構しっかり切るのなかなか勇気がいて難しいんですが、しない場合、しなかった場合を想像するに、この先の方ばっかりが生い茂って中の方がやっぱ影になったり風通し悪くなったりして枯れるんですね。となると先の方ばっかりに芽がついて中の方がなくなって、いざ短くしたい時にできないという、だから切らないリスクの方が結構高いです。切ったら危ない時期っていうのは、寒い時期とか結構危ないんで、
そうですね、初心者の方なんかは5月から7月、西日本、香川県に住んでる僕は言ってるんですけど、そのぐらいの気候のとこだったら5月から7月ぐらいに切ってやったら失敗が少ないです。どっからでも結構芽が吹きやすいんで、枯れにくいというか、だから試されるんだったら5月7月ぐらいにチャレンジされたらいいかなと思います。いろんな時期でこういう作業どうしても時間がなくてしてるんですけども、一年中今までで一番悪かったのが11月の剪定が一番悪かったですね。もう新芽を触れないというか、新芽を切ると次吹いてこないというか、油断すると枝ごと枯れてしまうというのがあるのが11月ですね。この今剪定だけしてますが、庭木とかできれいに仕上げたい方はこれプラス古葉を取ったりいう作業も一緒にすればよりきれいにはなります。ちょっとうちはかなりの本数を親父と2人で管理してまして、時間がないのでなるべく省エネでどうにか維持するっていうような剪定をどうしてもしてしまうんですが、時間に余裕があったら古葉を取って綺麗な状態で完成させてあげてください。もうほぼこれでもうだいたい一通りは剪定終わりました。今ちょっと遠目に見て切り忘れがないかをチェックしてます。今僕がこうやってる作業は枝と枝を分かれさせてちょっと見た目をきれいにする作業をしています。錦ちょっと枝が細いんでね、あんまりこの作業やりすぎると枝ごと取れちゃうんで気をつけないかんですが、ちょっと長いかな。こんなもんですかね。だいたい切り終わりました。今これを切ったことによって幹がちょっと見えてきたかなと思います。切る前だったらこの木の良さが結構ボサボサして隠れてたんですけど、そうですね、盆栽中級者上級者の方は分かると思うんですけど、錦でこんだけ足元がしっかりしてるのはなかなかないかなと思います。これでもうちで樹齢40年以上ぐらい経ってますね。すっきりしたかなと思います。これでもうあとは畑で維持するだけだったら来年までこのままほっといて大丈夫です。錦松とにかく幹から出てきたあたりのこの枝のあたりはすごく皮が乗ってるんですけど、芯はすごく細いのでちょっとこう当てただけでも中がすぐ折れるんですよね。
だから取り扱いはすごく注意していただいて、黒松は結構ぐにゃぐにゃしても折れないんですけど、錦はもうこんなしたらすぐポキンって折れてなくなっちゃうんで、はい、この辺りですかね。はい、錦松の畑の剪定ということで今回は動画作りました。はい、では松盆栽生産日本一の高松の盆栽園、北谷隆一でした。どうもありがとうございました。